皆さんこんにちは、青木美佐子です。私は最近ディズニーにハマっておりまして、ディズニーランドとシーの共通年パスを去年の4月から買いまして、ほぼ月2回ぐらいディズニーランドとかディズニーシーに行ってるんですけれども、そこでディズニーのおすすめの写真スポットや楽しみ方やカフェなどを今回ご紹介したいと思います。ディズニーランドの方のインスタ映えスポットとしては、一番やっぱり皆さんもご存知の通りシンデレラ城、ディズニーランドのメインステージともなるところなんですけど、そこでお城と一緒に写真を撮るっていうのはすごく可愛いと思いますし、ロリータファッションを着てると本当にお姫様みたいな感じになるので、そこがまず一つインスタ映えのポイントです。あともう一つは、その周りにあるお花とかがいっぱい植えてある植木というかがいっぱいあるんですけど、そのお花が季節ごとに色とか種類とかが変わってすっごい華やかな感じになるので、私的にはその花壇がいっぱいあるんですけど、そこにちょっとしゃがんでお花とちょっと高さを合わせて、しゃがんだポーズでお花と一緒に撮るとすごく綺麗なので、インスタ映えもするのでおすすめです。あとはお店だとアリスのティーカップがあるんですけど、そこの近くにアリスをモチーフにしたカフェがありまして、そこはハートのチーズが乗ったハンバーグがおすすめなんですけど、それもすごいインスタ映えするポイントで、そこのレストランでご飯を食べて写真を撮るのもすごく可愛いのでおすすめです。まず私がつけているこのカチューシャなんですけど、これキラキラでミニーちゃんになるカチューシャなんですけど、これは実は日本のディズニーじゃなくて上海のディズニーランドで買ったものになります。だから日本では売ってないんですけど、結構私海外ディズニーも行かせていただいていて、上海とかあと香港のディズニーランドとか、ロサンゼルスにあるディズニーランドも行ったことあるんですけど、そこ限定のカチューシャとかも買うので、これは上海限定のキラキラのミニーちゃんになれるカチューシャになります。で、日本だとやっぱりダッフィーちゃんとかシェリーメイちゃんとかステラルーちゃんとか人気なので、私もこれはシェリーメイちゃんのカチューシャなんですけど、これをつけて、でこのシェリーメイちゃんのバッグを持ってディズニーシーに行くっていうのも楽しめるポイントの一つだと思います。カップルで行くときは彼にダッフィーになってもらうとかで、私がシェリーメイでっていうのも可愛いと思います。で、最近去年発表になったステラルーちゃんっていううさぎのバレリーナちゃんのキャラクターも今すごく人気で、ロリータちゃんとかもステラルコーデとか言ってあげてる方も多いんですけど、ちょっとパステルカラーのピンクとかあと紫っぽい色でコーディネートするとこのカチューシャとも合うので、ステラルちゃんコーデだとこんな感じですね。はい、ちょっと耳長いんですけど、こうやってステラルコーデになります。耳は結構曲げられるので、自分の好きなように折り曲げたりできます。あとは、ディズニーランドに行くとファストパスとかも皆さん取ると思うし、ファストパスを取るときに入場券1日ワンデーパスとかも必要になってくると思うんですけど、お財布の中に入れたりとかしたりどっか行っちゃうってことがよくあると思うんですけど、そういう方のためにこういうパスケースも今売られていて、ここにそういうファストパスとかワンデーパスとかなくさず入れられるかわいいマルチなポーチも売ってますので、これはディズニーシーで売っているんですけど、でもしお金とかも盗まれたりしたくなければ、お金とかクレジットカードとか例えばですけど、こういう中に入れて
キャンディーとか入れても可愛いと思うんですけど、入れてパーク内を楽しむのもおすすめです。皆さん、ディズニーの楽しみ方、おすすめポイントなど分かったでしょうか？ぜひぜひ参考にしてディズニーランド、ディズニーシーに行ってみてください。私、青木美沙子は SNS をいっぱいやっておりまして、Twitter、Facebook、Weibo、Instagram、あと LINE ブログ5個ぐらいやっておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければと思います。インスタは特に本当に再生回数がバズる動画もいっぱいアップしておりますので、食べ物動画とかがもしお好きな方はぜひぜひチェックしてみてください。かわいいパティーンさんのチャンネル登録をしてたくさん動画があるので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではバイバイ。